こんにちは。ゼロから他県市第27回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は都市計画法の全体像を学びました。今回も都市計画法を続けます。テーマは開発許可です。面積の数字が大きなポイントになります。一緒に着実に理解していきましょう。まず、今日の全体像を確認します。開発許可は都市計画法の重要テーマです。はじめに、開発行為とは何かを学びます。特定工作物という言葉も確認します。次に、開発許可が必要な場合を見ます。面積の基準が区域ごとに変わります。そして、市街化調整区域の督促を学びます。最後に、許可を受けた後の手図を確認します。数字と手図を順番に押さえましょう。まず、開発行為とは何でしょうか。開発行為には条文の定義があります。一つ目の要素は目的です。建築物を建てる目的がこれにあたります。特定工作物を建設する目的も含みます。二つ目の要素は土地への行為です。土地の区画形質の変更をすることです。区画の変更とは土地の区切りを変えることです。形質の変更とは土地の形や性質を変えることです。湿度や明樹による造成が代表例です。例えば、山を削って宅地にする場合です。農地を宅地に変える造成も含まれます。この目的がないと開発行為になりません。次に特定工作物です。大きく2つの種類に分かれます。まず、第1種特定工作物です。コンクリートプラントなどが当たります。周辺の環境を悪化させる恐れのある施設です。次に、第2種特定工作物です。ゴルフコースなどが当たります。ゴルフコースは面積を問いません。大きさに関係なく第2種になります。野球場や墓園などは1ヘクタール以上が対象です。面積要件の有無に注意しましょう。ここから開発許可の話に入ります。開発行為には原則として許可が必要です。誰の許可でしょうか。都道府県知事の許可です。指定都市や中核市ではその市長が許可します。ただし、許可がいらない場合もあります。その代表が一定の規模より小さい場合です。小さな開発まで規制する必要はないからです。その面積の基準を次に見ていきます。開発許可が必要になる面積の基準です。区域ごとに数字が変わります。まず、市街化区域です。1000平方メートル以上で許可が必要です。次に、非線引きの都市計画区域です。準都市計画区域も同じ扱いです。3000平方メートル以上で許可が必要です。そして区域の外です。1ヘクタール以上で許可が必要です。1ヘクタールは1万平方メートルです。覚え方は数字が大きくなる順です。都市に近い区域ほど小さな面積から規制されます。最後に市街化調整区域です。ここだけは面積の基準がありません。この4つの区分を区別して覚えましょう。市街化調整区域をもう少し詳しく見ます。この区域は市街化を抑える区域でした。そのため規制が厳しくなっています。面積が小さくても許可が必要です。小規模だから不要とはなりません。ここが試験でよく問われる点です。他の区域との違いを意識しましょう。調整区域は開発が原則として認められにくい区域です。ただし、次に見る例外はあります。農林漁業用の建築物などです。面積とは別に許可がいらない場合もあります。代表的なものを確認します。
一つ目は農林漁業用の建築物です。畜舎や農産物の貯蔵施設などです。農林漁業を営む人の住宅も含みます。二つ目は公益上必要な建築物です。駅舎や図書館、公民館などです。三つ目は各種の事業として行う開発です。都市計画事業や土地区画整理事業です。四つ目は国や都道府県などが行う場合です。知事との協議が成立すると許可があったとみなされます。ここで大切な注意点があります。農林漁業用の例外には条件があります。市街化区域ではこの例外は使えません。市街化区域では規模の基準で判断します。農地の造成でも1000平方メートル以上なら許可が必要です。もう一つ間違えやすい点があります。学校や病院、社会福祉施設です。これらは開発許可が必要です。公益施設だから不要と即断してはいけません。許可が不要な駅舎などとは扱いが異なります。次に開発許可の手続の流れです。順番に見ていきましょう。まず申請の前の準備です。関係する公共施設の管理者と協議します。そしてその同意を得ておきます。次に知事に申請書を出します。設計や資金計画などを提出します。知事は許可か不許可かを判断します。その結果は文書で通知されます。許可されると開発登録簿に登録されます。登録簿で許可の内容を確認できます。手続の順番も問われることがあります。許可を受けた後の建築のルールです。工事の完了には広告があります。まず広告の前です。原則として建築物を建てられません。工事が終わる前なので当然ですね。次に広告の後です。予定した建築物は建てられます。しかし予定以外の建築物は建てられません。許可の内容と違う建物は原則として建てられないのです。また、新しくできた公共施設があります。広告の翌日に原則として市町村が管理します。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか？ A は調整区域は面積が小さければ許可不要です。B は市街化区域は1000平方メートル以上で許可です。C は開発許可は市町村長が行うです。少し考えてみてください。正解は B です。市街化区域は1003平方メートル以上で許可が必要でした。A は誤りです。調整区域は面積にかかわらず許可が必要でした。C も誤りです。開発許可は原則として都道府県知事が行います。今日のまとめです。開発行為は土地の区画形質の変更でした。建築物などを建てる目的が必要でした。許可が必要な規模を思い出しましょう。市街化区域は1000平方メートル以上でした。非線引きと準都市計画は3000平方メートル以上でした。区域の外は1ヘクタール以上でした。市街化調整区域は面積にかかわらず許可が必要でした。手続は公共施設管理者の同意から始まりました。数字を中心に繰り返し覚えましょう。次回も法令上の制限を続けます。第28回のテーマは建築基準法です。建物そのものに関するルールを学びます。道路との関係も大切なポイントになります。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。